皆さんこんにちは、東京ベジライフです。今日はとてもスペシャルなゲストに来ていただいています。ありがとうございます。はじめまして、エリコです。はい、こちらのエリコテロエリコとテロエリコさんは、YouTube でなんと10万人もチャンネル登録者数がいるチャンネルをされている方で、イタリア在住でイタリア語で日本の紹介をイタリア人の方向けに、はい、そうですね。はい、されている方で、イタリアのテレビ、全国放送のテレビにゲスト出演したりとか、シンガーや、タレント活動っていうのもされている素晴らしい方なんですけれども、そんな輝いているエリコさんに今日はいろいろと、イタリアでどうやってそうやって活躍するようになったのかとか、そういうことを聞いていきたいと思います。エリコさんはそもそもなんでイタリアに渡ろうと思ったんですかね。もともとクラシック音楽を勉強していて、最初はピアノから入ったんですけど、その後声楽科に転校して、で声楽ってやっぱりドイツ語だったりイタリア語だったりヨーロッパのものが多くて、で私はその中で特にイタリアオペラが好きだったんですね。でやっぱりイタリア語って日本人にとっても発音が割としやすい言語なので、なんかドイツ語とフランス語は結構もう難しくて読めないんですけど、イタリア語は結構ローマ字、それこそローマ字読みなので、言葉も割と好きだったし、でそれで18歳の時に初めてイタリアに行ったんですね。その時にすごいもうイタリアがもう好きすぎて、ここにいつかまた帰ってきたい、住みたいって思うようになって、で大学卒業した後に留学しようと思って、それでイタリアに渡りました。それで、声楽を学ぶために、音楽院に、入って、でずっともうそれからイタリアにいらっしゃるんですよね。なんか気づけばずるずると何年になるんですか？もう今12年目です。長いけどあっという間でした。本当。そっか、そうなんですね。今は日本語講師で仕事をしてるんですけど、でもたまにライブとか、たまに音楽もやってるんですけど、そうですね、音楽留学時代は5年間でした。でもその音楽はオペラではない？オペラです。今のですか？今の音楽はなんかイタリアっていうかヨーロッパで日本のサブカルチャーがとても流行っていて、アニメ、漫画、ゲーム、コスプレのサブカルチャーが流行ってるので、そういうイベントがたくさんあるんですね。でそういうイベントに呼んでいただいてライブするので、オペラは関係なくて一応今のやってる音楽では日本語でアニソンとかそういうポップスを歌ってるんですけど、たまになんかこう自分でアレンジしてオペラの声を入れたりもしてます。面白いですね。じゃあイタリアに行った時はイタリア語はできなかった？ほとんどできなかった。一応なんか文法を勉強して行ったんですけど、もうイタリアに着いた時はもう何言ってるか全く分からなかったですね。いやもう皆さん今すぐエリコさんのチャンネルに行って動画を見てもらいたいんですけど、もうなんかイタリア人としか思えないんですよ。ペラペラまだまだ間違いながら話してます。でもそういうイタリア語で YouTube をしようと思ったきっかけは何だったんですか？でも実は本当は私は日本人の方向けにイタリアのことを発信したいって思ったのが最初だったんですね。で最初にそっちの方のチャンネルを開けたんですよ。前所属してたタレント事務所的な、今フリーなんですけど、その事務所がなんかイタリア人向けにイタリア語でなんか動画発信した方がそっちの方がもっと珍しいんじゃないかって言われて、確かに。で最初はどっちもやってたんですね。でもやっぱりなんかイタリア人向けに発信する方が再生回数とかも伸びたり、やっぱそっちの方が早かったので、その前の事務所がとりあえずそっちに集中した方がいいよって言われて、一回その日本人向けのチャンネルをもう
なんていうのもう放棄っていうかもうやめちゃって、で今そのフリーになってやっぱその前の事務所のチャンネルはもうやめたんですね。今はもう自分でまた新たに新しいチャンネルを開けて、でそうなんですね、そのチャンネル名がエリコッテロっていう名前なんですヘリコプターという意味らしいですイタリア語でね。そう前のその事務所の、コンセプトっていうか結構私と考えがセンスとか考え方が違ってたので、結局私は今フリーになってやっぱ自分のやりたいスタイルでやろうと思って今は自分がやりたいことをやってるんですけど、なんか前のチャンネルだとやっぱりそのサブカルチャーが流行ってるからアニメとかゲームとか、ちょっと、いわゆるオタクの方たちにこう受けるような、例えばちょっとコスプレっぽい衣装を着て動画撮ったりとか、やっぱそれが私本当はあんま好きじゃなかったんですよ。だから今の自分のチャンネルではもう本当に自分の私服で全然なんかその胸元が開いてるやつとかセクシーとかなしで本当に日本の文化を話したいなと思って、でそれで、今の自分のチャンネルになってからの方が結構伸びて、でもやっぱ原点に戻ると私はもともと日本語で話したかった。そうなんだ。日本人向けにイタリアのことを発信していきたいっていうのがあったので、最近フリーになってからまたその前放棄してた日本人向けのチャンネルをまたやり始めたっていう再開して、なんか私もイタリアに、旅行しに行ったことがあって、でイタリアって文化もすごい独特だし、あとやっぱり食べ物がすごい美味しいじゃないですか。で私がイタリアに行った時はボローニャと、フィレンツェとローマに行って、でその前にパリに行ってたんで、パリはなんか高い割になんかあんまり美味しいものないし、パリは高いですね。そうでもイタリアはそれに比べたら全然安いけど、でも本当にもう何を食べても美味しくって、本当素晴らしい国だって思ったんですけどでもそれは私がまだベジタリアンじゃなかった、時なんですよ。でまたイタリアにぜひ行きたいなと思うんですけど、でもなんかお肉とかお魚とか食べられないとどうなんだろうっていう気持ちがあって。どうですかね。イタリアはベジタリアンの人たくさんいます。そうなんだ。私は日本にいた時個人的に日本でベジタリアンの友達一人もいなかったんですけど、イタリアに行ってからは結構普通に周りにベジタリアンの人がいて、でもちろんお肉もお魚もイタリア美味しいんですけど、やっぱ野菜と果物が安くて美味しいです。なので、結構ベジタリアンじゃない人でもお昼はがっつりパスタを食べて夜は野菜だけっていう人も結構います。そうなんですね。元の素材の味がすごくいいから、あんまりこうフランス料理みたいにソースに凝ったりとかっていうよりは結構その素材の美味しさを生かした割とシンプルなものが、例えば日本だとイタリアンレストランに行こうってなってパスタ食べようってなった時にやっぱなんかパスタってなんかちょっと凝ってるイメージ、私的に、なんかちょっとクリームソースでこってりしててみたいな。でもイタリアは意外ともう本当にシンプルにトマトソースだけとかがすごい人気だし、なんか私も意外とシンプルです。イタリアン行くじゃないですか日本で。でパスタにトマトソースだけで食べたいとか言うんですけど、なんか出てこないんですよ。なんか日本人だとそれだけじゃなんかせっかくお金払ってイタリアのレストランでなんか物足りないみたいな。でもそもそもなんかソースにも例えばベーコンとかなんか他のお肉とかお魚とかもう入っちゃってるから、それはもうそれは抜けない。そうなんかもうトマトソースだけはないですみたいなところが意外と多くって、そうなんですよ。だからイタリア、日本食もそうですよね。なんかその伝統的な食事とかって結構シンプルなものが多かったりするので、イタリアもねなんかそういう家庭料理とかは意外とシンプルなのかなと。本当にシンプルだと思います。確かに夜外食でピザ食べに行こうとかだったら結構夜もそのサラミが乗ってるピザとかがっつり食べる人多いんですけど、意外と家では本当に味付けがシンプルだ。ドレッシング一つにしても本当にお塩とオリーブオイルだけとかが、もうドレッシングがないですからね。シンプルな味付けで本当に素材がそのものが美味しいっていうイメージになります。
じゃあ外食でもあんまり困らないですかね、ベジでも。ベジタリアンの人が本当に普通にいるので、結構例えば大人数で食べに行くとしてもベジタリアンの人はベジタリアンですって言えます。全然そうなんだ。言って文化的にも OK、 それは OK です。そうなんだ、それはすごいいいですねそんな感じで、すごくこう自分の今したいことにもチャレンジしていて、自分らしく海外でしかも生きていらっしゃるえりこさんなんですけど、やっぱり私の動画を見てくださってる方の中にも海外で何か夢を追いかけたいなとか、挑戦したいなとか、海外に行かなくても日本で新しいことに挑戦したいなと思ってる方がたくさんいると思うんですけど、何かこうアドバイスできることがあるとすると何でしょう？でもそうですね、なんか海外だから難しそうとか、やっぱ言葉の壁があるのは確かにそうだし、お金も確かにかかるし、現実的に難しいところは確かにあるけど、やっぱりもう行きたいと思ったら、ね、私もその前事務所に入ってて今フリーになったっていうのはすごい勇気がいったんですね。実はそれ日本海外とか関係ない話になっちゃうんですけど、やっぱ事務所に入ってた時はもう私は多分一生ここにいてここから出られない、ここから出たら仕事がなくなっちゃうし、イタリアで一人でどうやって生活していくのとか思ってたんですけど、やっぱり自分が本当にやりたいものがあるとか、ここは自分の居場所じゃないなって思ったら、なんか、今すぐにはできなくてもコツコツ努力したりとかお金を貯めたりとかするといつかタイミングが来ると思います。本当に私も絶対この事務所から出るなんて無理だと思ってたんですね。やっぱり自分で変えようって思ったことで周りも変わるって思いました。だから確かにそれぞれの人にそれぞれの環境があって、今はすぐには海外に行けないとか、今はまだお金がないとかいうのは本当に確かにあると思うんですけど、やっぱり行きたいという気持ちを持ち続けて、それに向かって何か行動していけば絶対いつかタイミングが来ると思います。で、年齢は本当関係ないと思います。なんか私の好きな言葉とかコンセプトの中であるのが、そのチャンスの神様は前髪しかないっていうのがあって掴むためにそうだからチャンスが来たらもう掴まないと、行っちゃったら掴めなくなっちゃう、後ろはない。そう後ろ髪がないっていう考え方があって、なのでそのチャンスがでもいつ来るかっていうのは分からないので、それに向かってやっぱりいつでも前髪をつかめるように、自分でこう努力をするなり、勉強するなりコツコツと準備をしておく。で、いつでも来たらつかめるっていう心を持っておくっていうことはすごい重要なのかなと思ってて、だからえりこさんの今の話もすごいそれに通じるんじゃないかなと思いました。じゃあ前髪の話じゃないですけど、私が好きな言葉は夢を見るのはただ。だからやっぱ夢を見てるだけでもやっぱ気持ちが変わるから、なんかどうせ無理だとか最初から諦めるより、今の状況難しいし、仕事今辞められないしとか、家庭があるしとか、お金ないしっていう状況があっても、例えば5年後に行きたいなとか、ちょっとその希望をイメージするだけでも確かになんか変わると思います。いや、夢を持つって皆さんなんか夢とかなんかちょっとこっぱずかしいみたいなあると思うんですけど、夢を持つって重要ですよ。なんか別に実現しなかったとしても、それに向かって何か努力したっていうことが大事だと思います。で、私はなんかその恥ずかしいっていう気持ちが結構あったんですね。昔から結構テレビのタレントさんとかに憧れてて、で私もテレビに出たいとか小さい頃から思ってて、でもそれはなかなか人にも言えないし、自分で例えばオーディションとか受けに行く勇気もなかったんですけど、なんかイタリアに行ってからは結構自分から積極的になんかオーディションを受けたりとかするようになって、で自分の夢も恥ずかしがらずに堂々と人に言えるようになりましたね。で、逆にその夢って現実性を考えなくても大丈夫。例えば自分が好きなことが、
なんだろう、美味しいワインを見つけること、うんうん、でそこから絶対インポッシブルだけどソムリエになりたいとか思ったら、イタリアに修行に行きたいとか、そういうなんかもう本当に無理そうなことでも考えるだけで気持ちがワクワクするし、それで例えばイタリアに移住できなくてもちょっと1週間だけ旅行に行って、それがすごい自分の中でなんか思い出に残るとかいうこともあるし、なんか本当になんか全然そんな偉そうなこと言えないんですけど、私逆になんかそう海外に住んでるからすごいっていうのは全然違うなと思って、私はむしろ日本で本当に東京とか帰ってきた時になんかみんな朝からちゃんと仕事に行って休みも少なくて、そっちの方が素晴らしい、断然すごいと思います。いやだから結構私も海外生活長かったんで、アメリカにずっと住んでて、でインドに住んでたこともあるし、なので日本にいると海外に行くってなんかすごいみたいな憧れみたいなあると思うんですけど、意外と海外の方が日本人よりあんまり細かいこと気にしないし、住みやすいなっていうのはありますよね。だからもちろんその仕事の面だったりとかお金の面だったりとか、文化も違ったりとか大変なこともいっぱいあるんですけど、でも意外とそこをなんとかこうクリアして、その身を置くことができたら、なんとかなるんですよね。私も結構そういうところは前向きな性格なので、なんか行ったらどうにかなるって自分の中でずっと思っていて、で本当に運よく、どうにかなってるんですけど、でもこれはあんまり人には堂々とは言えないかなって。やっぱそれぞれの環境があるから、行ったらどうにかなるよって言って行って、例えばあっちでなんか事故に遭っちゃったりとか、強盗に遭ったりとか、もう本当にね、それは分からないですから、それをなんかこう一概にこう言ったらどうにかなるよとは言えないけど、私は自分の気持ちの中ではまず行ってみるとか、行けない状況に今あるんだったら行けるように何かまず、本当想像するところから。だから私はなんかイタリアに行くってなった時に、もちろん奨学金取らなきゃとか、学校決めなきゃ、家どうやって探すのとか、いろいろそういうのめんどくさいことあったけど、なんかイタリアの街並みがとにかく好きで、その街並みの中に自分がいるっていうことを想像しまくってそれだけでなんとかでもそういう方は結構意外と多くて、その自分がなんていうかな、成功してる姿というか、自分がこうなっているっていう姿をずっとこう想像し続けると本当に実現するっていう方がいらっしゃるので、皆さんもなんかまずは想像から。本当に想像は確かにただ私のビューアーさんの中でも結構なんかやりたいけどでも年がねみたいな方が結構いらっしゃって、ただやっぱ日本って私は好きじゃないですけど、年がいもなくみたいな言葉があるじゃないですか。それでもうなんかいい年なのにそんな恥ずかしいみたいな、なんかそういうあんまり良くない文化があると私は思ってて、だから年は全然関係なくて、自分がこうやりたいと思った時がそのタイミングだと思うので、本当にさっきおっしゃってたみたいに、ちょっと、別にイタリアに限らずパリでクロワッサン食べながらカフェオレ飲みたい生活をなんかそういう生活をしたいと思ったら行ってやってみればいいと思う。それが理由でも全然いいと思います。そう私も実は南米のペルーにですね1ヶ月、そんな感じで行ってたこともあるんですね。はい、なので、それでもう本当ペルーのリマの生活はすっごい気に入って、帰りたくないなと思ってたんですけど、帰ってきましたけどね。でも糧になりますよね。そうでも思い出にもなるし、経験値も。だから今Airbnb とか Airb とかねあって、すごく長期滞在とかもしやすいですし、どんどんやりたいことがあれば海外でも挑戦してみればいいんではないでしょうか。本当大した理由いらないと、本当たった行きたいっていう気持ちだけで行動することはできますっていう。すいません偉そうにすいません。では最後にえりこさんが今年あったいいこと
何か今年あったいいことは今年あったいいことと、あと来年の抱負を何か聞かせてください。そのフリーになって、まあ1年ぐらい経ったんですけど、だから今年2019年1年は結構いろいろなことが伸びて変わって、私にとってはすごい変化の年でしたね。やっぱり誰とコラボレーションするかも自分で選べる。で、例えばライブする時もどんな衣装を着るかも全部自分で決めれるっていうのがすごいもうフリーダムみたいな全部私が決めていいんだっていうのですごいやる気も出て、でそのおかげで YouTube チャンネルとかいろいろ増えたと思うし、なんだっけ、そう今東京に来てるのはイタリア人のファンの人たちと東京ツアーに来てたんですよ。23人ですよ。23人のイタリア人をまとめてツアコンをするっていう。でそういうのも多分 YouTube をやってなかったら私のこと知られてなかったと思うし、なんかまさかね、そうやって自分が行きたかった海外の国の人を逆に自分の国に連れてこれる日が来ると思ってなかったから、それもすごい嬉しかったですね。だからあとテレビにも出たのも嬉しかったし、本当にとにかく今年は変化の1年で、そうもうね、これからまたもっといろいろうまくいくといいなと。最近ネタ切れなんですけれどそれはみんなの悩みです頑張りたいと思います。来年だから目標は、でもその日本人向けのチャンネルもやっぱりもうちょっと伸びてほしいから、そっちも頑張りたいし、日本語を教えてるので日本語の本もいつか出版したい。文法とかの本はたくさんもあるので、実際に本当に使われている単語を集めた単語集みたいな、イタリア人向けに出したいと思ってても1年経っちゃったんで、来年は何かこう行動できたらいいなと思います。来年の目標はなんだろう、なんか私も今年はすごく変化の年だったんですね。去年の年末近くとか秋ぐらいにこの YouTube チャンネルを結構真剣にやり始めて、で今年の初めから他の今までやってたフリーランスのお仕事とかをお断りして、もうしなくなって、で YouTube 一本でやってきてるので、すごく変化の年で、ただずっとオンラインの要は YouTube だけ今年はやっていて、で今年の最後だからもう本当に先月ぐらいに初めてヨガのワークショップをしたりとか、オフラインのイベントっていうのを始めたので、来年はそうですね、そういうオンラインのコミュニティだけではなくて実際にこうお会いしてオフラインのコミュニティをもうちょっとこう広げていけたらなと思っています。いいですね。で、えりこさんとなぜ今日この動画を撮ってるかなんですけど、えりこさんはそういう日本の紹介をイタリア語でイタリア人向けにされていて、でその中で彼女は全然ベジタリアンとかではないんですけど、ベジタリアンのイタリア人が多いということで、そのイタリアから日本に行った時にどこで食べればいいですかとか、どんなお土産がいいですかとか、そういう質問がたくさん来る。で、なんか私は TBS さんのファンなんで動画見てて、でコラボしていただけたらと思って。そうなんです。えりこさんの方からお声をかけていただけて本当にありがとうございます。身に余る光栄なんですけど、そうなんです。で、今回その一時帰国されてる時にコラボっていうことで、えりこさんの方のチャンネルでも流す動画を一緒に、今日ちょうど撮影したところなので、あとこれから表参道のジェントルっていう皆さんもご存知のビーガンの美味しいお料理があるレストランに行くんですけど、そういうちょっとコラボ動画を一緒に撮ってるので、ぜひえりこさんのチャンネルの方でチェックしてみてください。いつ頃出るのかな？いつ頃1月ぐらいだと思います。はい、日本イタリア帰ってから出るので、あとインスタの方ももちろんあるので、そちらの方もチェックしてみてください。という感じで、今日はえりこテロえりこさんにいろいろなためになるお話をしていただきました。楽しかったです。ありがとうございます。では皆さんまた次回よろしくお願いします。
See you next time!